というわけで、今日も動画というか、録画を撮っておいたので、動画を撮ったので動画にします。一人で喋るのはなかなか始めるまでにすごい時間かかるんですよ。録画自体はもう全然何時間も前に終わって、でそっから録音しようと思って、もう今2時間ぐらい経っちゃってサムネ作ったりもしてたんですけど、その間に環境的にあんまり大声出せないんで、すごいボソボソ喋るんですけど、すごい防音室とかだったらうわーみたいな、めっちゃ私喋るの大好きなんで、イエーイみたいな音するんですけど、ちょっとここでは無理なのでボソボソ喋ります。で、また違う絵描いてるじゃんっていう話なんですけど、メガネかけないと見えない。2個前の絵は、とりあえず完成まで録画してから、完成するのかなって感じですけど、完成してから動画にしようかなって思います。思って、動画は毎日投稿した方がいい気がしたので、別のものを用意しようと思って、で、倍速にしないで、等速のまま分割して毎日出そうかなと思って、それを作るかと思ってまた違う絵を描いちゃったんですけど、ということで違う絵を描いてます。本当に描き始めた時にあんまり何描くか決めてなくて、でもあんまり要素の多くない時間がかからないものにはしようと思って、あとは手を画面に入れるってことで、とにかく手をまず見える位置に置くからここら辺に手があるポーズにしようみたいなので描き始めて、いつもこの段階ですごい綺麗に描ける人いるじゃないですか。初手からもう整えたら筆図みたいな、一本、はい、これここから動かない一本です、この線みたいなのを一本つってこう気づいたら綺麗なラフができてるみたいな。そういう人すごいなと思って、そうしなきゃいけない気がして、そういう描き方をしてた時期もあったんですけど、もう私にはまだ早いですね。私には無理だ。本当にまだこの段階ではそもそも起きて寝起きで
ご飯食べて、よしやらなきゃと思ってやってて、なんか一番なんかそもそも頭が全然働いてなくて、しかも朝なんで、朝っていうか結構遅くに今日起きちゃったんですけど、寒くて手がかじかんでて、なんか手がかじかむと線描くのすごい辛いんですよね。辛いというか描きづらいんですよ。なんかその狙ったとこに一本線を引けないっていうのもあるんですけど、なんか手が冷たいと、なんか手が勝手に焦って、なんか変な速度で、なんか自分に合った速度以上の速度で手が動き始めて、なんか、ぐちゃぐちゃになってくみたいなのが起きて、なんか落ち着いて手を動かせなくなって、うまくいかなくなっちゃうっていうのもあって、なんかだから手が冷たい時、いつもに増して書けなくなるから。で、やっぱラフの工程が一番大事だから、一番頭が起きてる、一番コンディションがいい時に書かないといけないんですよね、本当は。でもだんだんちょっと温まってきてマシになってくんで、マシになってよかったです、最終的に。なんか途中までなんか最終的なものも決めてないし、とにかく書き始めて、なんかそもそもここまで体を入れる予定じゃなくて、顔周り描いて、で顔周りに装飾をいっぱいつけて、なんか絵を持たせようと思ってたけど、あれよとなんかいろいろどんどん描いてて、結局腰回りまで描きましたね。なんかでも私のこのタッチにはその方が合ってるのかもしれないなとも思うんですよね。あんまりそもそもそのドアップで一枚絵が持つものを描けるのって、それだけ描かれてるものの描写がすごくなきゃいけないんでっていうのは私の主観なんですけど、もうすべて喋ってることは私の主観なんですけど、いけなくて、なんか多分私はまだそのレベルじゃない。私にはまだ早い気がするけど、そんな気がしない時に顔をでっかく描いて、なんかいまいちなことにもなったりしてました。動画が今、録画っていうか作業時間は136分、動画時間が136分なんで、2時間ぐらい作業、これはそうですね、だいたい2時間ぐらいの作業分で、動画が136分なんで、それを細切れにして3日間ぐらいに分けて投稿しようかなって感じですね。なんか別に何を目指してるわけじゃないんですよ。YouTuber になるわけでもないけどなんかいい形には
したいから、いい形にしたいというか、やるからにはやりたいから、ちゃんとサムネを作ったり、なんか動画のクオリティをちょっとずつ上げれたらいいなって思います。動画じゃなくて絵のクオリティを上げろよって話なんですけどまあ動画も頑張ろうかな。もうなんか最初の時点で自己紹介も何にもしてないんですよねそもそも。なんかでもツイッターから見てくれる人はいて、ツイッターにリンク貼るから、ツイッターからリンクを飛んでくる人はいるかなと思って、でツイッターに私のなんか情報っていうか、大体どんな、なんだろう、人物かみたいなのは書いてあるから、いらないかなって思ってたんですけど、なんかそうじゃないところからも見てくれてるのかな。見てくれてるから名乗った方がいいけど、あんまでも自分のこと話してもな。なんか本当に有名でもなんでもないからな、私。ないから本当に。ないからな。なんか必要があれば、そっか、自己紹介動画みたいなのを作ればいいのか。なんか結局ポージングを最終的には最初に書いてたままになるんですけど、なんか変えようかなと思って。いろいろいじるんですけど、なんか、なんだろう、手前の手をもっとなんか開いた状態にしたいと思って変え始めて、でもそうすると胴体の向きから変えていかなきゃいけなくなっちゃって、でやっぱこうやって後から変えていくとすごい絵が荒れるんですよ。で荒れるからやめとこうと思って結局戻るみたいな。まあ決して全てがそうじゃないんですけど、結局最初にやってたのが一番いいよねみたいなのになる確率ってなんかやっぱ結構高い気がする。結局最初にやってたものの方がいいよなみたいなってなるけど、あんまりでもだからといって変なとこを直さないままにもできないし、できないし、おかしかったら直す精神を持ちつつ、でもなんだかんだで最初の方がいい場合もあるから、直してってやっぱ変だなって思ったら元に戻るのが一番いいかもしれない眠たい。今すごく眠たくて。なんか私ココナッツミルクがすごい好きなんですよ。ココナッツミルクが好きで、なんか
ココナッツミルクフレーバーのコーヒーにココナッツミルクを入れて飲むっていうちょっとイカれたことしてるんですけど、そのせいでなんか、ちょっと胃がもたれて眠たくなってる。もうコーヒーは薄まるし、そもそもカフェイン立ちをしてて、私の体質的にカフェインがあんま合わなくて、もともとコーヒー大好きなんですけど、あんまカフェイン取らないようにしてて、でもこの間スーパーでココナッツフレーバーのコーヒーが置いてある。ココナッツフレーバーのコーヒー。そうか、と思って買っちゃった。買ったからには飲まないといけない。でもなんだろう、あんま高いやつじゃないからコーヒーが薄いのか。前に飲んでたやつよりあんまりなんか痒くなるんですよね。皮膚とかが痒くなったり手湿疹ができたり、私すごい体質で冷え性で、冷え性も悪化したりとかするから、悪化して、でもずっとコーヒー飲んでて何が原因かわかんなくて、もともとそういう体質だけどさらに悪くなってる時があって、なんか最近カフェインだと思ってカフェインをやめたら手湿疹とかがすごいなくなって良くなったんですけど、でもコーヒーフレーバーじゃないよ、ココナッツフレーバーのコーヒーが飲みたくて買っちゃったからちょっとずつ薄くして飲んでる。でまだイカれた飲み物が残ってんだよな。このコーヒーフレーバーのコーヒー、違うよ、ココナッツフレーバーのコーヒーにココナッツミルクを入れた飲み物。なんか今書いてる段階でアイレベルがどこなのかわかんなくなりながらすごい書いてました。これなんかあんまり本当は補助線とか引いたらすごい空間に合った絵になるんですけど、補助線を引かないで感覚でいつも描いちゃうので、体の向き、アイレベルに対して顔の向きが合ってなかったりとか、なんかこの段階だと気にならないというか、なんかラフいからこの段階だと気にならなかったりするけど、そこ間違えたまま進めちゃうと、後でやっぱ顔の向きが下すぎるとかになると、それを直すの結構大変なんですよ。それをご利用して今まで失敗してたんで、結構今書きながらすごい、この段階でなんとか精査したいと思って、なんか何度もでも分かんなく、私本当にそういう感覚が良くないので、もっとデッサンとかしろよって話なんですけど、しなきゃと思いつつやってない。デッサンしなきゃ。デッサンの目的って多分そこなんですよね。空間を見て、空間に対するものの位置感とかの感覚を鍛える行為なんだと思うんですよ。それだけじゃないと思うんですけど。
なんだろう。例えば目の前にコップを置いて、コップをデッサンする。デッサンして、なんか、そうすると、コップが描けるようになるんだなって、なんか、そんなイメージなんとなく、あるじゃないですか。あるじゃないですかっていうか、なんか私の本当に最初のデッサンのふんわりとしたイメージ、そんなんだったんですけど、なんかどちらかというと、目の前にあるものを、なんだろう、空間に合った形の取り方を感覚で体に覚えさせるのが大事な、実はそこを学ぶための行為のようなだったんだろうなと思って最近私はなんだろう、やっぱ昔は受験とかですごいデッサン、学校通ってデッサンしてた、予備校通ってデッサンとかしてたんですけど、なんかやっぱり真面目じゃないというか、雰囲気で全てを行っている人間だったので、よし、デッサンだ、目の前のものを描くということをやる今から、それでどうなるのかわかんないけどみたいな、デッサンするから、デッサンしなきゃいけないからデッサンするぞっつってデッサンするみたいな。まあ最初は何にもわからんけど、上手くなるにはなんかデッサンしなきゃいけないからデッサンするみたいな。でもなんかやらなきゃいけないことだからやりたくないけどやらなきゃいけないからやってるみたいな感覚だったんですよ、その時は。もう今になってもっと数をこなしておいたらよかったなって。あの時はそれがどう良いように自分に作用するのかとかもそんなに理解してなかったから、とにかくなんか目の前にあるものを描く技術をつけるんだなみたいな、なんか絵を描く技術をつけるみたいな本当にそんなぼんやりした感覚で描いてて、なんかもっとでもあれは訓練だったんだなってで、もっとやっとけば今もっと上手くなってたんだろうな。で、喋ってるうちに何を喋りたかったのか分かんなくなってくる。今この顔の角度とかも結構そのリアルめなテイスト、立体で描くとき、なんか顔の向きって結構シビアだなと思ってて、あんまりうつむきさせられないんですよね。られないっていうか、そのアニメ調の絵とかよりそのできる、今自分でやってるんですけど、やっぱその顎の下に空間があるんで、空間というか、まあもちろんその下顎のアーチがあって、こううつむくと、それのアーチの中に首の棒というか、首自体がこう入っててうつむけるんですけど、限界が、やっぱアニメ調の絵よりそこには限界がある気がする。ね、そこをやりすぎたり間違えるとすごい苦しそうな角度になっちゃうから、気をつけなきゃなって思う。肩周りってなんか一番難しい気がして、
て、なんでかっていうと、この一ところ、肩、鎖骨あたりから、鎖骨というか、胸部の上あたりから、まず上に首が出てるじゃないですか。で、この両サイドに腕が出てるんですよ。で、腕を回したり動かしたりする器官、関節と首を動かしたりする器官の集合体だから、すごい複雑なんですよね、なんか。すごく難しい。首一つ回すのにも、回すというか、横に曲げたら、やっぱ鎖骨の筋肉とかってすごい、鎖骨とか首の筋肉とかがいろいろ動いてくれて、顔の向きを変えれるんですけど、それを絵で再現するのはすごく大変だなって思いますね。真面目な話をしすぎてる気がする。どこで切るかな。なんかとりあえずバーっと136分喋って1本動画にして、それを後からぶつ切りにしてあげるから、なんかどっかで多分突然パートが変わるかもしれない。なんかまとめてあげろよって感じだと思うんですけど、じゃあ動画の数稼ごうとしてるみたいな、動画の本数を稼ごうとしとるみたいな。そう、この角とか複雑な形のものが左右に生やすのすごい難しいですよね。すごい難しいよ。難しいよってなってて、何年ぐらい難しいよってなってたかな。なんかそもそも完璧主義なところ、なんかすごいいい加減だし、めんどいものを後回しにするくせに、なんかそういうとこ完璧主義なとこあって、もう正確に左右同じものに、もう 3D にしたら絶対形が崩れてないくらいにしなきゃいけないって思ってて、最初の頃はそういう気持ちで描いてて、でもなんかそれがゆえに本当にこれでいいのかわからない、直そうみたいな。でもいやもうこんなのダメだろうみたいな。で結局諦めたりとかしてて、こんなんじゃダメなんだろうなって思いながらなんか書き進めたりとかしてて、でもなんか途中何年か前くらいからなんか大事なのはそこの正確性じゃなくて、なんかパッと見て左右で同じ形のもの、左右対称で同じ形のものがついてるように見えればいいんだなって思って、そこだけを見るようにしてて、なんかそれでいいんだって思ってからすごいなんか書きやすくなって、なんかその考えになってから、その場合はこうやって書けばいいんだなみたいなのとかをなんか自分の感覚というか
発見して、なんか、例えばこの角だったら、この話をよく人にするんですけど、なんだろう、重要なところの位置関係を見るみたいな。なんか補助線をさっき多分引いたんですけど、例えば、角の生え始めの一番下のラインっていうか、点耳のちょっと上あたりに手前の角の生え際の下のところがあって、それをあったら、それを顔の角度に合わせて、反対側のここに来るみたいな。まずそこの点がここに来るっていうので、点としてそれを書いて、次に、例えば、一番上の補助線が引いてあるところの右肩の、それで口で言って伝わんないだろうな。ところに当たるところ、ピッて引いてあるところの右肩の点を反対側のそれに当たるところはここからこの角度ですって言ったらどこにあるかなっていうのを点って、あとはもっとわかりやすいのがその角の先端がその重要な点としてこう要は星座みたいに点ってつなげていくみたいな感覚でまず点の座標、空間の中で点の座標を取ってあげる。あげてからちょっとずつ線を描いてって今度は点の次に辺を描いていくみたいな感じでこの向きで手前のこのラインはこう入ってるから奥はこうだみたいな。これは口で説明するにはあまりにも難しいからいいかなんか需要がっていうかなんかそういうのをコーチング、ティーチング、教える動画を作るつもりはないというか何かを教えるよっていうスタンスであんま作るつもりはないからないというかそういうことしたくないというかなんか辛いじゃないですか。ここはこうしないとダメみたいな。ここはこうするのがこうしないとダメな絵みたいなのとか辛いってなるしなんか多分なんかこの動画を多分見てくれた人は多分私の絵に興味がある。私の絵柄に興味があると思うけど、なんだろうな。でもそっか。絵柄に興味がある人だったらいいのか。なんかでも、そういう人とは限らない気がする。限らないかもしれない。なんか、興味あるけど教えてもらいたいかどうかまた別だからここの今角っていうかなんか装飾を足そうと思っててで最初こんな形で描いてやめるんですよ。なんでやめたかっていうと、なんかロキみたいだなと思ってやめたんですけど。これはロキってると思って。
まあ全部、なんか絶対似てないもの、すべてを似てないものにするっていうのは多分もう不可能で、この世にはいろんな絵とかが溢れてて、いろんなキャラクターがいて、全く違うものって多分作れないんですよ。意図しなくても。意図しないで、これはないだろうと思って、ないだろうとも思わんな。何かしら似ちゃうじゃないですか。別にそのキャラクターにしようと思ってなくても、例えば、ツインテールのキャラいっぱいいるじゃないですか。で、なんだろう。例えば、ツインテールの A っていうキャラクターがもうすでにこの世にはいて、その A ってキャラクターにするつもりじゃなくて、なんか、ツインテールは描いたけど、その A にそういうキャラ、A を真似たわけでもないけど、もうツインテールのキャラにしたいみたいな。やばい。だんだん文がおかしくなっていく。いや、真似たつもりじゃなくても似ちゃうことはあるけど、なるべく書いてるときに、それはしょうがないですよ。例えばもうなんだろう。ふんわりおっとりしたキャラだったら、髪の毛はふわふわの巻き髪にするよねとか、やっぱそういうのってあるんですよ。なんかすごいふんわりしたおっとりしたキャラがめっちゃ髪ガチガチに固めてツンツンなのってまあ、それもありなんですけど、だいたいキャラクターを作る上で、まあわかりやすい、そのキャラをわかりやすくするためだったら、やっぱふんわりした髪とか、淡い色味にしたりとか、っていうのはあるので、まるっきり違うものにはできないけど、まあでも私は、なんだろう。そういうのありつつ、なんとなく自分が書いててなんかロキっぽくなったなって思ったから、やめたっていう小話です。なんかそういうのあるよね。そういうのある気がする。でも人によっては言われるまでわかんないし。でも人によっては、なんかこれ、似てないとか、似せてないパクってないみたいなことになるから、できれば避けたい。